あの人が連れて行かれて中の様子もわからない。大丈夫でしょうか。それで結局どういう理由で私たちを連行したのですか？辰宮港に関するトラブルといえばわかりますね。鉱石に関する権利で揉めたんだよね。カオスメイデンからの連絡もあって風紀委員の預かりになったんだよ。あれは境界線上ですわ。 MG のログを確認してくれればわかります。ええ、理解しています。あなた方がルール違反を犯したとは思っていません。ですが揉めたという報告があった以上は我々も動いて確認を取らざるを得ませんから。それは確かに。今までシリウス・シュガーはそういう問題を起こしてないからね。そういう意味では信頼してるよ。でしたら事情聴取だけでいいのではないですか？逮捕だなんて。でもさ、君たちが持ち帰ったのは鉱石だけじゃないでしょ。素性の知れない人物を連れ帰ってきたのは大変な問題です。そのことは理解されているのでは？外部からの違法な侵入者っていう可能性だってあるよね。それはそうですけど。ここは学園であると同時に世界で一番重要な資源採掘基地なんだよ。だからテロリストなんて入り込んだらわかるよね。それは分かっています。ただ彼を保護した直後にメイズシフターとの交戦状態になったんだよね。だからこっちとしても確認の時間は取れなかったんだ。それに彼は機体も武器も持っていない全裸の状態だった。それでテロリストを疑うのは無理じゃないかな。そうそう、もしかしたらラミたちが知らないだけで学園の生徒の可能性もあったしね。全裸？だったらその場で判断できないのも仕方ないかもね。わざと隠してたわけじゃない。あなた方の言い分は分かりましたが、最終的な判断は生徒会長がいたします。なるほど、彼を取り調べしてるってわけだね。その結果次第で私たちの処遇が決まると。あの人はこれからどうなるんですか？今はまだ何も言えません。生徒会長の判断になりますから。とはいえ記憶喪失なのが嘘だったり変なことを言ってたら学園を追放か、それとも投獄だってあるかもね。取り調べの結果によってはそれ以上に悪い結末もありえます。お願い、無事でいてください。あなたが通報のあった侵入者ですね。ではまずは私から名乗りましょう。私はこの学園の生徒会長を務める使用店神楽と申します。ええ、このザルトゥーム学園の全権を任されております。そのように受け取っていただいて結構です。では話を戻しましょうか。つまりあなたは記憶喪失で何も覚えていないと。しつこく聞いてしまって申し訳ありません。ですがこれも必要なことですので。ええ、どうぞ。あなたという存在にそれだけ謎が多いからです。
シリウス・シュガーの全機体のデータ、それ以外の情報も集めました。それでもあなたがメイズ内部にいた原因も理由もわからない。男性でありながらメイズに潜れる人間はとても珍しいのです。その素質を持つ者の多くは女性ですから。しかしそんな人物の情報がどこからも一切出てこない。唯一わかるのはメイズ内部で発見され記憶喪失だということ。これを謎と言わずして何というのでしょうか。ですから私自身が直接判断をするべきだと話を伺いに来ました。記憶喪失であるあなたが危険な存在だと分かれば、学園から追放してしかるべき組織に引き取らせるつもりです。実験施設や研究所、場合によっては牢屋へ収監ということもありえますね。ですが何も思い出せない不審者のあなたをこの学園に置いておくのはあまりに危険です。何ですか？なるほど。わかりました。別に面白い冗談でもありませんから。それに記憶喪失のあなたが言う危機も気になります。その記憶喪失の経緯にもメイズで起きた重力異常による記憶障害かもしれませんが、あなたが何かメイズに密接に関係のある人物の可能性もあります。それを紐解けば未だ謎の多いメイズの全容を明らかにすることも可能かもしれません。まだ完全に信用できたわけではありませんが、あなたの素性を知るためには保護をする必要がありそうです。ですが役に立たない人間をただ保護していても他の生徒に示しがつきません。ログを確認しましたが、どうやらあなたは優れた指揮能力を持っているようですね。その実力があれば未だ底の見えないメイズの未知なる領域まで切り開くことができるかもしれません。そこで今この場であなたに私の権限で新しい役職を設けます。生徒会所属共同指揮官です。ええ、先ほど示したもの以外は研究所送りが良ければ止めはいたしません。これは取引です。あなたの有用性を示してください。その限り生徒会はあなたを保護します。ですが当然それだけのことをするからにはリスクも背負ってもらいます。もし有用性が示せなければ研究所行きです。その通りです。共同指揮官には生徒会が課した任務遂行において必要な範囲で裁量を与えます。それでどうでしょうか。悪い条件ではないと思いますが。では取引成立ということで。ただ一つ世界がというのは私の胸の内だけにしまっておきます。ですからあなたも口外せずに任務に邁進してください。あなたのような存在から発せられるその言葉はおそらく不安と恐怖を煽ります。根拠なく学園内に無用な不安を広げてほしくはありませんので。いい返事ですね。ではこの端末を。あなた専用の個人端末です。ここザルトゥーム学園都市における身分証でもあります。この都市での生活をサポートする AI もついています。試しに起動してみてください。
前はピコ。僕のマスターはあなたですか？パーソナルデータを調べさせていただきますね。 AI はそれぞれのパーソナルデータに合わせてその姿を変えます。ですからこの子があなたの専属 AI になります。パーソナルデータか。どういうことですか？そうですか。いやー、そんなこともありますよね。でも大丈夫です。僕が精一杯お世話させていただきます。もうどーんとこいです。では最初の任務です。サポート AI にいくつかのチームのデータを送りました。届きました。なんだか冴えない成績のチームばかりですね。ええ、事実として成績が悪く伸び悩んでいる者たちです。あなたがチームを改善すれば有用性を示すことになります。どのチームを選ぶかはあなたの自由です。さてどうしますか？